跡の美食学。東京赤坂にあるこちらのお店ではある料理が人気。それが店名にもなっているわら焼き。そしてこの鶏肉、実は高知県の地鶏。その名も土佐八斤地鶏ですね。土佐八斤地鶏。脂肪分が他の鶏肉と比べて少なくてヘルシー、アミノ酸が豊富と言われているので、アミノ酸が凝縮された状態の鶏肉、美味しいジューシーな鶏肉になっていると思います。脂肪分が少ないのにもかかわらずジューシー、濃厚な肉の旨味が味わえるという土佐八斤地鶏。真ん中ぐらいはわら焼きのいぶした香りとわら焼きでの凝縮された旨味が八斤地鶏にマッチしていると思っています。全国に名を轟かす土佐八斤地鶏、その美味しさの秘密に迫る。高知県には全国に名を轟かす2種類の地鶏がいる。その一つが土佐次郎。地鶏の中でも小さく赤褐色の羽を持ち、羽先が黒いのが特徴。そしてもう一種類がこちらが八斤地鶏です。そう、土佐八斤地鶏。気のいい性格で負けん気が強い女性を指す土佐弁の八斤。高知らしさを表すため、そこから名付けられたんだそう。そんな土佐八斤地鶏は土佐次郎のおよそ20年後に開発された比較的新しい地鶏。土佐八斤地鶏を専門に出す地元のお店はその味について。八斤地鶏は他の鶏に比べて臭みが全くないところ、そして硬すぎないっていう程よい歯ごたえ、あと濃厚な旨味に惚れ込んで八斤地鶏のお店を始めました。程よい歯ごたえと濃厚な旨味、実際食べたお客さんも程よい弾力ですごい噛んだらジューシーですごい美味しかったです。皮がすごいパリッとしてて美味しかったです。土佐八斤地鶏の美味しさには知られざる驚愕の理由があった。八斤地鶏の美味しさを探るためやってきたのは土佐郡大川村。この村で土佐八斤地鶏の8割が生産されている。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。こちらが村人本舗の敷地富夫さん。ここ村人本舗では八斤地鶏の卵の孵化から親鶏の飼育まで全て行っている。早速土佐八斤地鶏の美味しさについて聞くと意外な答えが。試験場からいただいたオスクギンシャムとホワイトプリマスロックを交配させて、こちらの方で孵化させて飼育を始めています。交配？そう、実は美味しい地鶏を作るのに大切なのが血統。皆さん、地鶏とはどういうものなのか知っていますか？高知県畜産試験場の方に地鶏について聞いてみた。日本の鶏として認定されている在来種の血液百分率が 50% 以上で出生の証明ができる鶏であることが前提です。在来種とは明治時代までに日本に住み着き定着した鶏のこと。そんな在来種の血が 50% 以上入っていることが地鶏としての第一条件。地鶏になるための条件は他にも細かく定められているが、現在日本には
60種類以上の地鶏が存在している。そんな中、土佐八金地鶏の血統はまさにサラブレッドと言われるほど。土佐八金地鶏の祖母が坂本龍馬が好んで食したという大シャモ、そして祖父は名古屋コーチンの親戚土佐久金。その2つを掛け合わせた子供の久金シャモとアメリカ原産で肉質が柔らかい白色プリマスロックを掛け合わせて誕生したのが土佐八金地鶏。大シャモの濃厚なうまみと土佐久金の甘みのある脂、そして白色プリマスロックの肉の柔らかさが掛け合わさり、プリップリの歯ごたえかつ甘みのある脂という美味しさを実現させたのだ。さらに八金地鶏本当に甘くて美味しい肉なんですけれども、栄養的によってもねすごいんですよ。まずうまみ成分のイノシン酸が非常に多いんですね。普通のだいたい 2.1 倍ぐらいありますし、それから甘み成分のアラニンがこれがだいたい 1.4 倍ぐらい、そして脂肪は約半分ぐらいというふうに高タンパク低脂肪のヘルシーなお肉だと思います。そして土佐八金地鶏、実は過疎の村を救った鶏でもあった。その驚くべき誕生秘話とは。明治時代までに日本に住み着き定着したという在来種は38種類。そのうちなんと8種類が高知県原産だという鶏王国高知。しかし在来種は肉質が硬く独特の匂いがするなど食べやすい肉ではなかった。そこで新たに美味しく食べやすい地鶏を開発。土佐八金地鶏が誕生したのだが、当時育てる人と土地がなかった。そこで土佐八金地鶏を育ててくれる農家を募集したところ、いち早く手を挙げたのが大川村だった。大川村は標高 1000 メートル級の山々に囲まれ、もともとは白滝鉱山で300年以上栄えていた地域。1972年に閉山し一気に過疎化。2000人以上いた人口はわずか400人程度に。そこで村おこしのために目をつけたのが土佐八金地鶏だった。しかしやっぱり寒さっていうのは非常に厳しい飼育施設だと思います。標高が高いため冬は厳しい寒さに。特に生まれたてのヒナにとっては寒さは大敵。15度を切るとやっぱりガスの暖房施設を使って加温はするようにしています。寒さで動き回らなくなった地鶏は肉質も落ちるため泊まり込んで寝ずに火の番をすることに。そんな村人の努力と澄んだ空気や湧き水などの恩恵を受けた土佐八金地鶏は高知を代表する地鶏に成長。そして大川村では土佐八金地鶏を盛り上げるべくこんな商品も。一番人気の商品は八金地鶏のもも肉です。県内外からのリピーターの方もたくさんいらしてて、皆さん購入されていきます。はい、さらにこんなイベントも。それが大川村謝肉祭。そこで振る舞われるのはもちろん土佐八金地鶏。最高。グー。美味しいです。そして高知県にはこんな人も。ここは松原さんですか。はい。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちら松原さん、個人的に鶏を飼っているというのだが。これは土佐久金っていう鳥ですね。なんと土佐八金地鶏の祖父にあたり、在来種で希少価値が高い土佐久金を個人的に飼っているというのだ。
趣味というよりはやっぱり食料ですね。卵、肉を自分で作りたくて飼い始めました。もともとフレンチのシェフとして東京六本木にお店を出していた松原さん。高知に移住し7年前に自給自足の一環として飼い始めた土佐久喜。松原さん曰く、味が濃くプチッと噛み切れる歯ごたえが美味しいとのこと。自給自足のために飼い始めた土佐久喜、今ではその思いに変化が。この鳥がもう個体数が少なすぎて、で今のままだと近親交配ってどんどん遺伝子が弱くなっていっちゃうんですね。血が濃くなっていくと。で最終的に卵が孵化できなくなって絶種っていうことになるんですけど、そうならないためにできればこの鳥を飼ってくれれば個体数が増やせるので、そしたらその飼ってる人同士でその土佐久喜の親を交換してとかやっていけば、種を保存しやすくなるかなと。土佐久喜を残したい、その思いから松原さんはイベントや近所の駐車場で土佐久喜の焼き鳥を販売。さらには地元のスーパーに卵を置かせてもらうなど、土佐久喜の美味しさを広めている。長く生きた動物で味が乗ってくるんですね。歯ごたえがあるけど噛み切れる歯ごたえなんですよ。すごい食べ応えがあるのと、味がすごいしっかりしているので、やっぱり美味しいですね。パパのお肉美味しい。高知市にある名店板前割烹正人。では米が炊き上がりました。こんな感じです。四万十川の原理で育った日の光という品種の米です。93歳まではおばあちゃんが一人で趣味で作ってたお米を、こちらを使って卵かけご飯をご準備したいと思います。こちらが土佐汁になります。殻が硬いんで割るとき気をつけてください。ここの硬いところでポンって殻割る方がいいかと思います。ではこの熱々の炊きたてのこのお米の方に少し少なめで醤油をかけます。はい、ではこの卵を全部こちらにかけて約1分間高速で混ぜ続けてみてください。はい、お願いします。早ければ早いほどいいです。その熱々の米で卵が少し火が入ると言いますか、コツはもう納豆と言いますかね、もう泡立てるような感じで、結構飛び散らかす人も多いんで、気をつけてお願いします。泡立ってきたらもうこう液体のようになりますので、そしたらこう流し込むような感じで食べれます。じゃあもうずっといってください。どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。おー、黄身が濃いっていうか卵黄の味がすごい強いですね。そうですね。本当に最高のお米と最高の卵と美味しいお醤油でブレンドされると、こんなにもたかが卵かけご飯、それがされど卵かけご飯に変わるんじゃないのかなと。幸せになれる卵かけご飯。一流の料理人もうなる土佐次郎の卵、なぜそんなにもうまいのか、秘密に迫る。高知を代表する地鶏土佐次郎。地鶏の中でも小さく赤褐色の羽を持ち、羽先が黒いのが特徴。天然記念物にもなっている土佐地鶏とアメリカで生まれたロードアイランドレッドとを掛け合わせて誕生したのが土佐次郎だ。そんな土佐次郎、実は卵が有名。東京六本木にあるミシュラン一つ星レストランローブでも土佐次郎の卵が使われている。小さいこの卵に中に入ってる力というか、卵黄の濃さや、卵白のうまみ、そこがすごく他の、卵とは一線を画すところなんじゃないかなと思ってます。土佐次郎の卵白は水分が少なくとても味が濃い。
茹でた卵に菜の花のソースを、そして菜の花をのせ、最後にかけるのが卵黄を塩漬けにしたものとミモレットチーズです。卵黄を塩漬けにした時の凝縮したうまさみたいなのはやっぱりキャビアとかカラスミにも通ずるところがあるので、一流料理人も絶賛する土佐次郎の卵。なぜ他の卵とそんなにも違うのか。その秘密を探るべくやってきたのは四万十市。ここにあるこだわりを持って土佐次郎を育てている農場がある。やってきたのは一円農場さん。およそ1500羽の土佐次郎を飼っているというが、そのこだわりは放し飼い。そうです。はい。うちの飼育方法は放し飼いで飼ってます。はい。そういうどういった特性があるんですか。どうしても鶏にストレスがなるべくかからないような飼育方法をですね、ちょっとこう追求するというか考えまして、こういう放し飼いにしてます。放し飼いはいいんですか。いいんですか。はい。いいんです。一円農場さん、その放し飼いのレベルが桁違い。なんとその広さはサッカーコート5面分。一円農場さん曰く無駄に広いとのこと。とにかく鶏にストレスを与えないのが一番ということで、ストレスフリーな広い場所で育てているという。さらに一円農場さんのこだわりが、日中はもう好きに自分で出てからですね、畑の好きなものを食べているっていう。はい。じゃあ勝手に食べてって感じなんですか。そうです。土佐次郎が食べているのは柑橘畑の下草や飼料、昆虫、ミミズ、家庭菜園の野菜、そして四万十川の河川敷などで採れた枯れ草。四万十川の養分をたっぷり蓄えた枯れ草は土佐次郎の大好物。ストレスフリー、そして栄養満点の餌で育った土佐次郎の卵が、これが希少な土佐次郎の卵です。ここはなんていうんですか。産卵箱です。ここには勝手に入ってる。そうです。自分でこの中入りますね。はい。卵を産むって鶏にとって出産なんで、やっぱりこう静かで密閉されて、こう周りから見えないところで産卵したいっていうのは動物の習性なんで、そういう環境を作ってさえあげればそこで、はい、産んでくれますね。自然な状態に任せるため産卵率は低く、3日に2個程度。それゆえ希少と言われるのだ。黄身の色が濃く、卵黄の膜が強いため箸でつかめるほど濃厚かつコクのある味が特徴の土佐次郎の卵。さらに土佐次郎の卵っていうのはまたすごくて、免疫機能の正常化の効果のあるベータカロテンが約3倍、それからアンチエイジングに効果のあると言われるビタミン E がだいたい 1.5 倍ぐらいあります。いいとこ尽くしの本当に素晴らしい卵ですよね。通常の卵と比べると割高だが、その美味しさや栄養の高さは折り紙付き。しかし土佐次郎、卵だけじゃなかった。東京神楽坂にある人気の焼き鳥店。日本各地の地鶏を取り扱うこちら。料理人はこう語る。肉質がしっかり、旨味がしっかりしてまして、油は本当に少ないんですけど、旨味が、肉汁がたっぷりあふれ出てくる。いろいろ地鶏いつも扱ってますけども、本当他の地鶏とは全然タイプが違う、土佐次郎でしか出せない味があると思います。そう、土佐次郎は卵だけじゃなくお肉も絶品。確かな歯ごたえで噛めば噛むほど旨味が出てくるんだそう。しかし土佐次郎に関しては火入れがやっぱり一番難しいところで、焼きすぎるとそれなりにやっぱ肉汁は流れ出てしまいますし、どうしてもこう硬くパサついてきたりしますので、繊細な火入れをするように心がけてます。土佐次郎の肉は脂が少なく硬くなりやすいため、調理がとても難しい。そのためお肉を取り扱う料理店は少ないという。そんな中、
土佐次郎のお肉をメインに育てている珍しい生産者が高知県安芸市にある畑山村。土佐次郎の生産者は70軒ほどあるが、お肉をメインに生産しているのはここ畑山村だけ。さらにこちらでは土佐次郎のお肉も味わえるのだ。調理するのは畑山村のオーナー小松さん。実は土佐次郎といえば小松さんと言われるほどの人物。もともと土佐次郎っていうのはその運動能力の高い鳥です。筋肉としても発達をしてるんです。でその発達した筋肉を焼いて食べる時のその歯ごたえだとか弾力だとかっていうこととして、たくさんの脂の甘みを肉のうまみのように言われてますけど、土佐次郎には脂そんなに多くはないのにうまみは強いっていう。畑山村で味わえるのがこちら土佐次郎のフルコース。唐揚げや親子丼、しゃぶしゃぶなどが堪能できるのだが、メインはやはり炭火焼き。しかも小松さんが一つ一つ焼き加減を見ながら目の前で焼いてくれるのだ。これはほとんど全国であんまり出回っていないものなので、なんとトサカや白子といった希少部位まで味わえる。焼き方によって、風味が変わるっていうことで、スーパーの鶏肉と同じ扱いをすると、かえって美味しくなくなるっていう可能性があるので。全国でも珍しい土佐次郎の肉をメインに育てる畑山村。夫婦で宿泊施設も営んでおり、この土佐次郎のお肉は宿泊者のみ味わえる。本当に土佐次郎、人生観変わるとまで言う方もいらっしゃるぐらい特別な鳥だと思っていますし、で私たちが丹精して育てた土佐次郎をこの畑山で食べていただくっていうことの意味をぜひ畑山で体感してもらいたいなと思います。地鶏の将来を見据えてこんな研究を行っている方も。将来的にもし鳥インフルエンザであったり南海トラフ大地震等で現存する鶏の遺伝子が途絶えてしまった時に、その細胞を保存しておくことによって将来的に高知県の在来種こちらを復元することができるというふうに考えております。現存する卵から遺伝子の情報や細胞を採取することで、将来絶滅した鶏を再び誕生させることができるかもしれないという。地鶏に関わる人々の知恵と工夫がこれからの高知の食卓の未来を豊かにするに違いない。